重要な人だと認められ、感謝されたいと思ってるわけですよね。全人類が強烈に思ってます。うっすらじゃないですよ。強烈に思ってます。ね、毎日思ってます。全人類が思ってます。強烈に思ってます。なので、何をするか。シンプル、名前を呼べ。名前を思うでしょ。でもね、本当にね、この著者はね、本当に根本的なこと言う。全人類興味あんの自分のこと。これめちゃめちゃ刺さるよね。じゃあ全人類にとって最も大事な言葉って何かって言うんですよ。一番大事な言葉。愛じゃねえ。愛って一番書くか名前。書かないね。まあ愛っていう名前の人だったらあれだけど。自分の名前を一生で一番最も書くよね。一生で一番触れ合う言葉って自分の名前じゃないですか。そしたら人は自分の名前大好きです。そして最もその人が大切にしてるのがその人の名前なんですよ。だからしっかり呼びましょうってね。他に何言うよりも喜ぶよね。その人が大好きなね、スイーツのこと言ったってしょうがないよね。チーズケーキって言ってもね、はい、好きですね。中田敦彦さん、はい、そうなるわけですよね。あなたフルーツタルト好きですね。はい。フルーツタルト。はい。中田敦彦さん、はいってそうなるわけですよ。全然違うから。自分がすごい好きなね。ただ想像してみてください。今私が言うから分かんないかもしれないよ。自分が大好きな俳優さんとか大好きな女優さんとかすごい尊敬してるようなね。そういう人にね、何々さんって呼ばれた時の喜びと自分が好きな食べ物。僕だったら餃子ですよ。ね。それを言われた時の喜び全然違うでしょ。僕餃子ですよ。ね。僕が尊敬してる人、ね。尊敬してる芸人さんとかね。尊敬してる YouTuber とかね。で、ヒカキンさんとかにね、中田敦彦さんの動画見てますとかね。中田敦彦さんが好きですってヒカキンさんとか言ったらね、ヒカキンがみたいなね。思うよ。ヒカキンが餃子好きですって言ったら、俺も好きなんですよ。ぐらいのテンション。全然違う。ね。それぐらい大好きなんですよ。だから、あっちゃんかっこいいもそうでしょ。大好きだよ、名前が。中田。あの時一番鼻血出そうになりますけどね。あの時一番嬉しいですからね。あの時一番大好きですよ、本当に。だって、もう想像してみてくださいよ。ね、僕ね、落ち込んだ時いつもする想像があって、それが、もう満員の東京ドームで、リリーフカーに乗って俺が現れて、全観客が俺の名前を叫んでるっていう、これが一番僕の好きなね、シチュエーションって元気出ますね。さあ、9回の裏、ね、何々対何々、さあ、ここでもう、ピンチを救えるのはこいつしかいない、来たバーンで、スーパープレイヤーとかで、中田敦彦ダーンと、うわー、中田つってリーフに乗って登場するリリーフカーに、ここでやらなきゃ誰がやるのよとか言いながらですね、やっちゃうしかなくないですかとか言って振りかぶるときもう俺話出ちゃうもんね。話出ちゃうもんね。もう、ごめんなさい。ちょっと、ごめん、ボークになるんですかすいません。ちょっと、もうほんと鼻血が出ちゃって、もう歓声がすごいもんでね。リリーフカーに乗ってね、アナウンサーが叫んでる歓声の中出てきてね、もうやっちゃいますかなって振りかぶった瞬間、ごめんなさい。鼻血が出ちゃいました。すいませんね。ちょっと吹かせてください。それぐらい嬉しい。ね。名前呼ばれたいですよね。皆さんもおすすめですよ。落ち込んだ時はね、満員のね、野球場でね、自分が9回の裏抑えて出ていくっていうね。ここのバッターさえ抑えたら勝ちなんだっていうね。向こうはすごい4番ですよ。ものすごいバッターですよ。こんなでかい体でね、こんな振ってますよ。もうガムなんかかんじゃったね。もう絶対打ってやろうっていうやつの前に行くんですね。はい。ちょっと、何を言ってるんだお前はっていう方はね、もうあれですけど、私はそれね、元気が出ます。はい。それぐらいね、大切にしてるんで、繰り返しましょうということですね。はい。どうすんのと。まず、覚えるためにも、喜んでもらうためにも繰り返した方がいいと。だから名前聞くよね。でも、竹中と申します。竹中さんですか。それでですね、こうなっちゃうんですよね。でなくて、竹中さんですね。じゃあ今日よろしくお願いします、竹中さん。ね。竹中さんに今日ね、お見せしたいのが、みたいな形で、何回も呼ぶことはできるでしょ。実は何回も呼べるんですよ。これね、意外とやらない。ね。どうも何々です。はい。はいって言っちゃうもんね。興味ないっていうサイン出しちゃう。逆にね。
今回、何々を担当させていただきます。何々と申します。例えばさ、なんかその、ホテルでね、サービスしてくれる人とか、旅館のね、中井さんとかが、今回、何々に勤めさせていただきます。向井と申しますとかって言われた時に、向井さんですね、よろしくお願いしますって、なかなか言わないよね。普通に、はいって言っちゃうよね。はいって言って、はい。温泉何時までですかみたいなね。もうそれはいいからみたいなね。あなたが向井っていう名前はいいから温泉は何時ですかみたいな。そんな感じでやっちゃう。でもそれをちゃんとね、向井さんですか。よろしくお願いします。温泉は何時から何時まででしたっけ向井さん。ってやることで、この人呼んでくれてるな。いいサービスしようって思えるかもしれないですよ。ね。全然違う。だからしっかり呼ぼうってね。これ忘れがちだよね。で、俺やる。ね。その上で、褒める。称賛する。ね。だって褒められたいんですよ、みんな。認められて感謝されたいんだよ。褒めなきゃ。ね。どう褒めるの？どこ褒めたらいいか分かりませんっていうね、皆さんの熱い声が聞こえます。ね。冷静に。あいつのどこを褒めるんすかみたいなね。冷静にってね。行動、外見、持ち物。この3つです。シンプルですよね。この方はね、本当に具体的にシンプルに言ってきます。だってもうこんなシンプルなタイトルですよ。他人とうまくやっていくってね。よく考えたら浮き輪出してくれてるんですね。そういう人です。ね。行動、外見、食べ物ね。持ち物ですね。行動、外見、持ち物。今日、掃除してくれてたの？ありがとうね。すごい、本当すごいさ、すごいよね。いつもそういうところに気づいてね。とかね。行動ですよね。すごい。君の昨日のやつ、あれすごいよ。ね。外見ね。その服むちゃくちゃ似合ってんじゃん。ね。ありますよね。そのバッグ。そうなの、昨日買ったんだ。すごいじゃん。ね。なるわけですね。持ち物ね。それ持ち物になるのか。でも、その持ち物って言っても、いろんなのがありますから。あなたのお庭素敵ですね。とか。そういうのもそう。どこでも褒める。どこだってちゃんと見れば褒めるの。観察してんのかってことなんですよ。見てないの。人は何も見てないの。なんで？自分のことしか興味ないから。自分の具合はすごい見てるからね。今日は、お気に入りのシャツを着て、ただちょっと湿気が多いからごめんなさい。髪がちょっとまとまりませんでした。髪がまとまらなかったってこともしかして察してらっしゃる？察してらっしゃらない？自分のこのお気に入りのシャツ察してる？察してらっしゃらない？察してらっしゃらないねーっていう毎日じゃないと。見ろと。人を見ろと。確かに。ね。人はね、世界情勢よりもね、自分の顔にちょっとできたニキビの方を気にしがちって書いてます。確かにそうだよね。うわ、ちょっと顔のちょっと目立つとこニキビできちゃったなーっていうことが、あらゆることを凌駕するよね。どうもはい。いや、ちょっとニキビがちょっとできちゃってるから今日ちょっととかね。自分のことで手一杯なんですよね。だからそれを見なさいと。見ましょうと。あるんですから。観察しましょう。行動でいいことしてくれてます。ね、外見も今日こだわってるところがきっとあるはずなんですよ。その上でその人が持ってるもの、その人が所有してるもの、大事にしてるものが見えてくるはずなんですよね。車だねと。だってその人自動車で通勤してきたんですよ、わざわざね。電車でも来れる時にわざわざ自動車で通勤してきて、わざわざ降りもせずにウィンドウを上げて、よっなんて言ってきてたんですよ。よに対して、どうも、じゃねえんだよ。車を褒めろよと。ね、そういうサインがビンビンに出てますから。全員自分大好きですから。もうここを褒めてくれっていうのは実はものすごい分かりやすいですね。もうここがコアですというのがね、エヴァンゲリオンの人張りに分かりやすくちゃんとできてるんでね。ここを褒めてくれってみんな分かってる。ね。だからちゃんと褒めよう。ね。その上で、褒めるときは、本気ですよ。本気で褒めろよと。これ結構シビアです。褒めなきゃいけないと思ってね。褒め上手になろう。そんな自分が大好きですが逆に出ちゃうんですよね。だから、褒め上手になってる私、見てもらえてますかねって逆になっちゃう。だからもう全身全霊褒めろと。本気だと。もう、ちょっとやそっとじゃ自分大好き人間変わらんぞ。ね。自分大好きなのも骨身に染みて本能レベルで。もう細胞レベルでみんな自分のことが好きなんだから、本気出して全力で褒めにかからないと社交辞令だって思われちゃうよ。ね。大事になってくるのは理由です。なんでいいと思ったの？なんですごいと思ったの？ここをしっかり褒めるときに説明できるかどうかで、人はまず疑うからね。
人みんなね、褒めてくれてんな。どれぐらい本気で褒めてんのって必ずなってくる。ね。褒めるよってなったらですね、本気で聞くからね。で、我々だってそうですよ。なんか誰々さんが動画であっちゃんのこと褒めてたよなんて言ったら動画見に行くもんね。普段見てないけど動画見に行っちゃったりしてね、登録もしてないのにとかって言ってね、見ちゃったりしてね、何分からかなとか言ってね、他のとこ見ねえの。5分から褒めてましたよなんて言ったら5分から見ちゃうの。スクロールしてやるのね。スーなんつって5分から、褒めててね、褒め終わったななんて言ったらね、もう終わりになって不機嫌になっちゃってね。5分から5分15秒までしか褒めてないなりとか言ってね。チャンネル登録しろよ。褒めてくれてんだからちゃんと見ろよってね、思う。でもそんな自分がいる。ね。ラジオで褒めてくれてたらなんと聞いちゃうのね。そこだけ聞いちゃったりとかしてね。だからそこでちゃんと理由を述べてくれてほしいね。ね。自分の逆で考えたら分かりやすいよね。君最近頑張ってるねって言われたら、どこですか部長、どこですか部長ってね。君はさ、この前のプレゼンなんか最高だったじゃないか。あれもう資料見た時はびっくりしたよ。あんな分かりやすい資料ね、見たことないね。だってね、第一に3ポイントにまとめてたでしょ。3ポイントまとめたうちの2ポイント目だよ。そう、その企画の切り口びっくりしたね。ああいうのをね、私待ってたんですよ。企画の切り口だったらさ、こうだっていう風に君言ってたわけでしょ。それをですね、私聞いたときね、こんなこともあんなこともできるなと思ってね、次のプロジェクトもよろしくね、そこまで言ってもらえたら、プレゼンが良かっただけじゃなくて、プレゼンのその3つの3段組の中の中盤が特に良くて、その中盤のここの企画のこの切り口が良かった。分かってらっしゃると。そこですよ、部長と。ね、よっしゃと、こうなるわけですよね。だからそれを、君最近頑張ってるね。じゃあ頑張ってってなると、適当に褒められたなってなっちゃうわけですよ。適当に褒められたなってなっちゃったら何の意味もないですから。人の自分好き度を舐めるなよってことですね。みんなめちゃめちゃ激ベリですから。もうガリガリに飢えてる、ハイエナとか狼だと思ってね、ちゃんと、ちゃんとこうね、ちゃんとご飯をね、あげるときはちゃんと覚悟しないとね。ガリガリですから。一粒二粒だったら噛みついてきますよ。もっと褒めろよと。なんなんだその適当な褒めはと。何なんだとね、余計に刺激しちゃうんですね。その上で感謝する。ここですね。褒めるだけだと、時々ね、上から言ってるみたいになるわけですよ。君いいね。あなた素晴らしいね。あなた素晴らしいね。だけだと。ね。その上でありがとうを言われたいんですよ。助かったよ。ね。君のおかげで、こんなにうまくいったんだよって。それやっぱ言わないと。ありがとうを言わないといけない。そういうとき。もうはっきり言いましょうと。その上で、目の前にいるんだったら目見て言いましょうと。なんだったらボディタッチしてください。ね。はっきり書いてます。具体的です、この著者は。ボディタッチするとき、どこ触っていいかわかりません。どうしたらいいんですかという方のために具体的に書いてます。肘です。はい。エルボー。はい。エルボー。はい。全く変な感じしません。エルボーです。はい。エルボーを触ってください。ね。ガッ、ね。ガッ。ありがとう。ここです。なぜエルボーなのか私もわからないですけどね。やってみようかなってね。あんまり僕もね、やんないですよね。どう触っていいかもんかねみたいなね。でもボディタッチうまいって人いますよね。スキンシップうまいって人と、なんか下手だなって人ね。もう迷わない。only elbow。エルボーだけ狙ってください。もうむしろ。もうエルボー、いつエルボーを触ろうかの戦いです、あとは。君ほんとすごいですよね。本当にありがとうございました。もうエルボーをずっと、エルボー目線でもね、エルボーずっと、ごめんなさい。ね、本当に感謝してますよ。感謝してますよ。こんな触り方地獄ですからね。パッとね、バッ思い切ってバチッね、ありがとうね。そうやってください。ここも練習です。ね。で、やっぱり名前と。感謝するときも名前忘れないでねということですよね。ありがとう何々さんと。名前ってだからすごいですよね。人にありがとうを伝えるときも全身全霊でやろうと。だからね、テクニックって思っちゃうと対人関係つまんないですよ。ね。だけど、根本的な本能って考えたときにみんな欲しがってる。そこをしっかり理解して、その上で全身全霊これをやるって全然打算的なことじゃないから。打算的にやってみてください。超むずいよ。
打算的にやったとしても超むずいですから。はい。だって、所詮こんなのテクニックっしょみたいな。じゃあできるって。きちいよって。だってちゃんと時間かかるからね。しっかり名前呼ぼうとか、しっかり、その人のいいとこ見つけようとか、ね、しっかり目を見てありがとうって言おうって。たとえ超打算的でも、そこにしっかり時間使ってるやつ、いいやつ。シンプルにいいやつ。すっごい頑張ってるやつ。そういうことなんですよ。これをやる。ね。でもこれ、いろいろ言ったけど、いや、うまくいく気しないっす。なんせ肘触れないっす。そういう人もね、いるかもしれない。でも、これ、後から作れるってことは、才能じゃない。才能じゃないってことは、これ、練習するもんですって言うんですよ。練習するんです。うまくいくように、徐々になっていくんですって。だからいいとこもだんだん身につけられるようになるし、名前もどんどん呼べるようになっていくよって。この、まず、根本の本質の第一個に気がついて、その上でそれをね、満たすためのステップを今知った。だったら練習してくださいって。その時ね、何言おう、どうしよう、ね、そればっかり気になっちゃうけど、ポイントはね、80% は非言語です。ここね、自己紹介とか、挨拶とか、みんな何言うかにとらわれちゃうんだよね。原稿は一生懸命考えたりするの。だけど、その時の顔めちゃめちゃ怖かったりするんだよね。もう緊張しちゃってね。緊張してる自分。挨拶をする自分がどんな風にできるのか。ここをミスったらもうおしまいだ。どうも。こんにちは、中田敦彦です。こうなるんだよね。だって、俺でもなったんすよ。YouTube の最初の方の動画もう画面暗いし、テンション低いし、皆さんに嫌われないための話し方をします。お前、その状況っていうね。嫌われるやつやっていうね。つまり、笑顔ともうボディーランゲージでほぼ全て決まる。開始4分で 90% 決まるし、それは全て、そのうちの 80% は笑顔とボディーランゲージ。それだけ。まずそこ。そこで印象変わってくる。笑う。なんでこれね、笑う方がいいかというと、人は偏方性の法則。偏方性。返すに報いる。に性質の性。偏方性の法則を強烈に持っていて、いいことをされたら、いいことを返したい。ね。悪いことをされたら悪いことを返したい。ね。そういうことがある。だから、仏頂面で対応されたら仏頂面で対応し返したい。仏頂面の動画は仏頂面で見る。わーっていう動画を見てる間も笑顔になれる。ね。どうも中田敦彦でエクストリームとかであんなやつ普段いないよね。でも、やることで、なんか楽しいこと始まったんだな。なんとかへーんの時に笑ってないことないもんね。なんとかへーん、逆にむずいっすよ。これ仏頂面でなんとかへーんとかとかなんとかとか、このわけのわかんない。この動き仏頂面でやれる方がむずいんだから。ね。でもそうやってなんとかへーんってなってったのって徐々になってったんですよ。なんでか。コメント欄にいっぱいあったの。ね。顔が怖いとか、暗いとか、テンション低いっていっぱいあった。でも、エクスリなんとか怖い、なんとか変、なんとかとかやったらね、テンション低いなんていうやついないわけですよ。まだ低いってことですからね。そういうことをやることによって全然印象が変わる。ね。よくよく考えてみれば、そういうことってすごい普遍的なことなんですね。はい。その上で、言語、ね、口にするとしたらですよ。NG があるからそれだけ避けてって。それが自分を卑下することと、何かを批判すること。これがいらないんだよと。ねえ。でも、この自分を卑下するって、例えば、謙虚の裏返し、もしくは過剰な謙虚として、やりがちじゃないですか。自己紹介の時とかね。対人関係で。いや、すいません。私はね、もう、しがない。もう芸人崩れでございましてですね。いや、なんかつまんねえ動画を毎日上げさせていただいているんです。そんなやつと喋りたいですかね。今 YouTube 楽しんでやってますね。その上でみんなに面白いって思えるようなね、動画をね、もう楽しんで毎日上げさせてもらってるんですよ。どうも YouTuber 中田敦彦です。それでいいじゃないですか。もう芸人、つまんねえ芸人風情がです。もう本当に。
もう人様のね、迷惑も顧みずに毎日更新なんかしちゃってるんですよ。本当に。僕みたいなクズが申し訳ございません。見てる人の気が知れねえなんて私毎日思ってます。すいません、本当に。っていう人と喋りたくないでしょ。そういう人の動画あんま見たくないでしょ。なんとかへーんなんていう時にさ、今回の動画はですね、対人関係の動画喋らせていただくんですが、正直、見ようによってはクソつまらねえ動画です。そんな話をクズみてえなゲビた男が20分も30分も話すっつうんだから見る人がかわいそうだな。そのように思っております。それでは始めさせていただきます。誰も見ないよ。チャンネルのその動画継続率だだ下がり。ね。本当アナリティクス地獄みたいになりますけどね。だからもうなんとか変。今回はですよってこういうのがあるからみんな見てねってきっと面白いからってやって始めるのはそういうことですね。卑下しない。で、批判しない。ね。やっぱりね、アドバイスと称して基本的になんか批判しちゃう人いません？ね。やっぱり自分よりね、こう後輩とか自分より年下見つけるとですね、いや、君はさ、もっとこうした方がいいんだよなんてね、言うタイプの人いるじゃないですか。アドバイスしてあげてんだからさ、なんて言うけど大概が批判になっちゃってんですよね。ここはこんなのが問題だね、みたいなね。あれもやっぱ気分が悪くなっちゃう。ね。つまり、笑顔を作ってボディーランゲージして明るくするのも偏方性があるわけですね。笑ったら笑い返してくれる。だって、ここの最初の目的を思い出してくださいね。愛される人になりたいんですよね。なりたいから頑張ろうとしてるわけだから、愛されるには、まず愛すね。笑顔を見せるんだ。その上で、卑下したら、向こうだって卑下しますよ。いやいや、そんなことないですよ、中田さん。中田さんの動画見てる私はもっとクズでさ。クズみてえな中田さんの動画を貪るように見ている。本物のクズは足でさ。っていうコメントで満ち溢れてる。そんな YouTube 大学嫌でしょね。中田さんの動画見て、こんな風に楽しい毎日送ってますっていうコメントの方がやっぱ僕も欲しいわけですからね。その上で、この言語、ね。そこも喋るときにね、その理由とメリット、ここを言うともっと聞いてくれるよと、スピーチとかするときね、こう、私がなんでこの話すんのかっていうのはね、っていうのを、ちゃんと相手にメリットがあるからですよって言えると強いと。中田すごいこれ大事にしてる。なんでか YouTube 大学でここに始まるまで結構長くないですか？毎回。なんでかっていうと、まずいきなり始められても困るからって僕思ってるんですよ。いきなり対人関係の話で、まずポイントはですね、とかってやられたら嫌なのよ。ね。じゃなくて、この授業を聞いたらどうなれるかをまず言ってくれよって。僕ね、人のプレゼンとか授業を聞くときもやっぱ思うんですよね。ちょっと待って。早いってね。さあ、今日は玉ねぎについて話したいと思います。玉ねぎというのはですね、ちょっと待って。玉ねぎについて聞く理由は何なんだ？俺が、いや、玉ねぎはものすごく血流を良くするんです。逆に、玉ねぎを制するものは健康を制す。ねえ。血流がサラサラであれば、じゃあなんで皆さん人生を制せると思います？血流に関するものが死因のトップ3のうち2つだからです。つまり死因の2つ、ベスト3の2つを除くということは、長生きする可能性を 60% 以上も高めることです。皆さん、私の今日の玉ねぎの話を聞くだけで人生の長生きできる可能性が 60% 上がるとしたらどうでしょう？昨日まではスーパーで、人参だ、じゃがいもだ、きゅうりだ、ズッキーニだというのの一つとしてしか見ていなかった玉ねぎがスーパースターに見えてきませんか？そうです。救世主。それが玉ねぎです。では、お話始めさせていただきます。なんたら聞くんですよ。寿命を伸ばせるのとね。60% の確率高い。よし、伸ばそう。聞こう。玉ねぎ、聞くってなる。いきなり玉ねぎはですね、じゃねえよということですからね。そういうメリットをしっかり示して、自分の考えとかは言う。人の話はしっかり聞く。その上で自分の話をするときは、その話が相手にとってどれぐらいいいことなんだろうっていうのを伝えてから話すとより聞いてくれるよ。なんでか。相手は自分のことしか興味ないから。徹底的にそうだから。それは目の前にいる人もそうね。遠くにいる人もそう。残酷だけどそう。誰よりも自分に興味があるっ
っていう人は世界中に一人もいないんです。みんな自分が好きなんです。そんな地球で生きていく。そのための方法でございます。ここまで言って。いや、行動ですね。キリストみたいな人だな。ガンジーかな。私は無理だ。今日もごめんなさい。私のためにちょっと一杯行かせていただきますっていうね。そういう皆さん、諦めないで。この本に書いてます。諦めないでと。あなたにもできる。ね。なんでか。こんな話があるよ。ね。例え話があります。象。でかい象がいるんですよ。象をね、足で鎖で繋いでる。ね。でもでかい象ですよ。バーン本気出したらどれだけ馬力があるか。ね。だからよっぽど強い鎖で繋いでるんだろうと思いきやそうじゃない。ね。ものすごいでかい巨像を繋いでる足の鎖は意外と軽くて細い。どういうことか。これは象の幼少期に重い鎖をつけておくんですよ。するとですね、あ、この鎖はもう逃げられないやつなんだって叩き込まれたら、その後にその鎖が大きくなって動かせるとしても、その時にもうこの鎖は絶対に動かせないやつだっていう自分の中の暗示が強すぎて、無理やり引っ張って壊そうって思わなくなるんです。つまりどういうこと？自分の可能性に蓋をしているのは自分なんです。そして幼少から大人になるまでにそういう鎖をつけられている人間は多い。つまりあなたはこれができないね。あなたはこれができないねって。幼少の頃って万能感あるでしょ？僕は仮面ライダーになるとかね。私はプリキュアになるとか。みんな言ってたはずじゃないですか。でもいつしかわかる。自分は仮面ライダーになんかなれない。私はプリキュアにはなれない。それどころか、志望校にだって受からないかもしれないし、サッカーで J リーグにはいけないかもしれない。プロ野球には選手にはなれない。そして、ジャニーズには入れないだろう。ロックバンドのボーカルにはなれないだろう。世界一のギタリストにはなれない。できないね。君はこれができない。君はこれがダメだって言われてずーっと自分の中で鎖を積み上げていく。そういう過程が、あ、じゃあもう無理ね。ってなってですね。私はコミュ障ですから。私は人見知りですから。だってあんな時もうまくいかなかったじゃない。ねえ、立食パーティーだって言って行ったのに、ね、ずーっと端っこにいたじゃない俺。ね。そう。ね、みんなでボーリングしようっつって集まったのに、ずっと見てただけじゃない私とかね。カラオケでもああだったし、ボーリングでもああだったし、新入社員の歓迎会でもこうだった。もうダメだ。ね。なってる。でも、それは架空の鎖です。そんなものはない。なぜなら、後天的に作れるんだから。そして、作るための方法はもうみんな知ったわけでしょ。練習するだけ。そしてそれは、とてつもない筋力が必要だとか、ものすごいスタイルの骨格が必要だとか、そういうことではないです。ただ、目の前にいる人をしっかり見て、その人のいいところをしっかり褒めて、その人が話すことを楽しそうに聞いて、その人に興味を持って質問をして、そして自分が話すときに相手のためになるかなって思って話す。非常に誰にでもできることです。対人関係うまくいかないんですよ。私はコミュ障なんですよ。私は人見知りなんですよという皆さん。そして誰よりも自分が好きなそこのあなた。私もそうです。私も誰よりも自分が好きだし、全然うまくいってない。対人関係うまくいってるイメージありますか？中田敦彦。ネットニュースをご覧なさい。あまたの人と揉めてきました。あまたの人と揉めてきたんです。あまたの人、そしてあまたの組織と揉め。こんな私が本気で言ってるんだ。私にもできる。だからあなたにもできる。ではまた。ウェブコミュニティプログレス。
人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。